いやいや、というわけでね。というわけでね。うん。いやいや。いやいや。いやいや。ちょっとね率直なところやっぱちょっと内容がちょっと微妙だったからな。いやー、そうねー。いや、難しいな。難しかったな。確かに高村、めっちゃいい動きしてたな。俺結構、もうちょっと、イージーかなと思ったんだけど、正直。高村結構残機戦の情報が危なくてね。ホットドッグ落としたのは、もう本当に超微妙だったんだけど、結果で勝っててもね、上がってなかったんだよな。もうこれ川残用なんだけど。確かに A はね、パンク上がるかと思ったけどね。パンクが2勝3敗だっけ？パンク2勝3敗だよな、確かな。結構びっくりしたけどな。初戦パンクやってね、やっぱ全然、とんでもないパイロット性能と、ラスボス感超あるなってで、しかも、その後のじあいもあって、のじあいもね、ボコボコにされてね、これはさすがにと思ってね、これは全然、やっぱ、対戦してないから、のじあいやってないから、一切やってなかったから、パンクの想像がつかなかったんだよな。思ったより全然恐ろしかったな、みたいになって。同キャラ2つ落としたのか、そうか。まあそうだよな。ニサキ。俺はもういつもニサキはトンプー戦って言ってるからもう、トンプー戦より節田だからな。でもね、見てる分では溺れんだよな、ニサキが。それはね、あるんだよな。ただ、競技的にはニサキはちょっとね、節田すぎるんだよな。ゲーム入んだから3先でいいだろって感じだけどね。昔のカプコンカップは、普通にダブルイリミネーションで3先だったの。普通のトーナメント形式な。いわゆる一般的な。3先やっぱね、内容が違うっすね。内容が違うと、もう、取り組み方とかも違うからね。両国が22時まで。いやー、でもそれはそれでも別に全然レギュレーションで、ねえ、なんとでもなるわけ。だってみんな、総当たり戦してるから長いわけでさ。ねえ。4日間かけてんだからね、だって。ダブルイリミネーションだったら別に2日で終わるからね。別に1日でもいいし、なんなら。まあ1日はきついか。ガフロコンの調子。ガフロコンは全然大丈夫です。超普通だから。あれ PC のトラブルだから。俺のせいじゃないから。会場はぼちぼちちょっと寒かったのと、裏で待機してるところがめっちゃ、吹き抜けみたいな感じで超寒かったね。だから、カイロを用意してくれてて。カイロで、まあ、なんとかって感じよね。でも結果、A グループは高村が4勝1敗で、3勝2敗のフェロムが2抜けか。ルーザーズ抜け。緊張は乗り越えたつもりだった。でもね、超動き悪かったからな。ただ、ミスった後に超緊張した。ミスった後、うわゴミすぎと思って緊張した。いや、ホットドッグ戦は、いや、俺が悪いっす。全然。あんな1ミリからまくられるとかね、もう全然。そういうゲームだけど、そういうゲームだと、ねえ、踏まえてまくられるのは良くないね。すげえ顔してた。仲良くなった人。でも初めて喋る人多いよね。やっぱ裏で。まだ顔と名前一致してない人もいるからね、俺。なんなら。今回48人もいて、結構、スタッフとかもいっぱいいるからね。びっくりしたプレイヤー。やっぱ、ブラズじゃない？あいつ本物くせえなと思ってるね。対戦してすぐ分かったね。これは出てきたやつだと思って。チリの13歳の天才。ブラズくんは結構どっちで勝ってたね。だからね、親父さんがいてね、親父さんがね、こうどんどん対戦相手をナンパしてね、集めてくる。スタイルでね、どっちで回してたんだけど、結構勝ってそうだったね。ダサンさんが見たくて現地に帰りましたが、海外選手のバトルも面白くて本当に行ってよかったの。両国に連れてきてありがとうございました。
来年の44歳出場で記録更新してください。44歳出場を目指して頑張ります。ありがとうございます。44歳。うん。サウジがあるから。サウジがでかいから。まあ、エボジャパンが結構ね、5月にあるんだけど、多分サウジがやっぱでかいよね。やっぱ半年ペースででかい大会が来るっていう。一応 EWC も CC も出たってのは、結構今の俺からしたらかなり頑張った方、正直。ただやっぱり両方とももっといい内容出せば、全然いけたらみたいな。本番でやっぱどんだけ出せるかだよな。いや、年齢問題もちょっとな。なんかやっぱ結構アクションゲーム要素も強いからな。正直向いてるかって言ったらもう怪しいんだよな。ゲームが。結局中断取ったしね。ホットドッグの中断取っちゃってね。俺も中断食らないとみんなに言いながら言ったからね。あの時ね。結局よ。だインパクト俺まだいいわ、もはや。なんかパリすべき。あれもでもね、まあどっちも慣れなんだよな。いや、中断克服はやっぱ、いや、もちろん、でもね、そういうの結構いっぱいあってね。なんだら。結構仕上がり良かったんだけどね。やっぱそれでもやっぱ無限に課題はあるよね。39歳と38歳がトップ16。時戸とフードともう一人の38歳わかんねえな。NL38 か。まあ確かにそうか。いや、でも時戸と同じ年だった気がするけどな。おいきん39だね。NL は確か時戸と同い年だった気がするな。ジュニーニョ36なんだ。上海35、ホットドッグ35。そうだね。そんなもんだね。おじさん強いけど、若いやつも強いから。海外勢やっぱね、やっぱ反応っていうか、やっぱ人間性能やっぱみんな高いね。マクロとかやっぱ攻略は絶対日本が強いんだけど、やっぱそういう意味ではやっぱ、フィジカルで勝ってきたやつが絶対強いと思ったね。上がってきてるなっていう。確かに中断は結構立ってたやつが多かった気がするね。しかもやっぱ日本はあんま打たねえんだよな。打っちゃいいのに、みんなで。打ってこいよ。なんか食べるんだよな。打っちゃいいじゃん。別にガードされてもいいんだからさ、あんたもん。ガードさして有利なんだから。打っちゃいいじゃん。なんかね、10分に1回ぐらいしか打たない人いるんですよ。あんなだって、めちゃくちゃリターンあるんだからさ、あれをだってどうやって通すかっていうのはやっぱ、ラッシュ中断は絶対通した方がいいですよ。なんか見られてたら、通らないんだから打たない。違うん。通すんだって。ああいうの通すのもまた組織出力だからね。シュートめっちゃ打ってそうだよね。そう。しかも別にジャスパされてるわけじゃなかった。ジャスパされてたら、打ち方が悪いね。バレてたってことだからね。でもね、今回やっぱね、反響じゃないけどね、やっぱ今のこのね、スト6はいろんな人に見てもらってる。プラス、やっぱカプコンカップっていう、プラス、やっぱ国技館みたいなね、こういうなんかいろんな要素でやっぱ、やっぱ反響を感じたところあったかな。やっぱね、でかい舞台に出てゲームをするってのはやっぱね、大事やな。別に言うたらさ、こう、野良大会俺好きだからさ、野良大会は全然、あれで立派な舞台だと思ってんだけど、俺は。なんか、見てもらう人が多かったり、やっぱ権威がある大会だったり、そういうとこなんだろうな。これで勝ったらすごいよ、みたいな。評価されるよ。ね、自分のレベルが一個上がるよ、みたいなね。そういう、やっぱ目指してくんだろうな、みんなな。自分には別にこういうね、大きい大会を、まあ、目標にするというか。でも、ね、やっぱ人によってやっぱ野良大会目標にするとかね。まあ普通に MR を目標にするとかね。やっぱいろんな目標があるわけで。みんなそれぞれその目標に向かってじゃないけどね。やっぱゴールに向かってどうやってそのゴールにタッチするかっていうのは、やっぱね、
やっぱそういうゲームだからな。ゲーマー心というか。ネムさんのとこで応援した。ネムさん、あれなんだよな。ちょっとそれ見たんだよな。俺、試合見返すってなった時に、なんかネムさん何言ってんのかなと思って、ちょっと見に行ったんだけど、大した話してなくて、こいつ試合見てんのかなと思った。ネムさん若干どうしてるのか分からなくなってた。何なんだよ。どっちかにしろよ。どっちかにしろよ。かかってこいよ。おい。逃げんなよな。逃げてるだけじゃねえかよ、それな。ああ。ねえ。残機使ってインプレッション稼いでるやつがさ。インプレゾンビ。Z さんの試合後にレバさんのチャンネルの視聴者数爆増してた。ほら。でも、なんか、残機こじきじゃん。ねえ。残機こじきだよな。つまりは。だって、長年残機こじきをやってるよな。だって。なんだっけ、なんかごめん、話の途中だった気がしたけど忘れたわ。ああ、デモさんのせいで忘れちゃったわ。